おい、今靴踏んだろ。じゃあこっち来い。皆さんこんにちは。本日は誤って靴を踏んでしまった少年に対し大人げなく詰め寄り金銭を要求する男性、このようなシーンを見てしまった人がどのような行動をとるのかを見ていきたいと思います。どうぞご覧ください。おいおい、今靴踏んだろ。こっち来い。おい、今靴踏んだろ。こっち来い。この靴5万すんだけどどうしてくれんの。これから大事な商談あんの。ああ、こんな汚れた靴じゃいけねえよ。新しいの買うから2万円ちょうだい。僕そんなお金持ってません。持ってませんじゃねえんだよ。そんなお金持ってません。持ってませんじゃねえんだよ。ないんだったら親に頼め。今すぐ連絡しろ。お前じゃ話になんねえからなあ。すいません。どうされたんですか。すみません。えなんかあったんですか。持ってませんじゃねえんだよ。すみません。揉め事です。あ、いや5万円する靴踏まれたんでお金請求してるんですよ。ごめんなさい。何を踏まれたって言いました。俺の靴。どの辺ですか。いや5万円する靴踏まれたから金請求してんだけど。いやこいつが靴踏んだからさ、弁償ですよ弁償。いやいや、ありえないでしょ。そこまで強く言う必要ないんじゃないですか。いや今私が見させていただいて全然汚れてるようにも傷がついてるようにも見えないんですよ。いやここほらこれ。いやいやそんなこと言ったら反対の靴だって傷ついてますよ。いや正直ね本当に今踏まれて傷がついたのかどうかわからないのに2万円請求するっておかしくないですか。大丈夫。靴踏んじゃったのちゃんと謝った。わざとじゃないと思うんで許してあげましょうよ。じゃあわかりますけど、もう少し言い方を気をつけてください。優しくしてください。子供ってねこうやって公園で走り回る場所ですし、地面もね土や砂でできてますし、靴が汚れることって十分想定できますよね。まあいや私からしたらねこの靴で来るあなたの方がナンセンスですよ。あとおいくつですか。いい大人ですね。てか別にそんなに汚れてないじゃないですか。このまま使えますよね。いやこのままね罵倒してお金を請求し続けた場合この子がね精神的苦痛を負わされたとして後からね慰謝料お金を請求されるのってあなたの方ですよ。そういうつもりで言ったわけじゃないんですけど。いや大人にとってはそういうつもりじゃなくても僕らもあったじゃないですか子供の頃。なんか大人に怒られていろいろ勉強になったでしょね。ああはい。この子もほらいろいろ勉強になったと思いますから許してあげましょうよ。こういう子供たちって本当に心が繊細なんで、ある出来事がねきっかけになって日常生活に支障が出る子だって多くいると思うんですよ。そうなったらね取り返しもつかないですよね。お金で解決できる問題じゃないんですよ。あと言い方もう少し次から優しく言ってあげた方がいいんじゃない。警察呼びます。いいですね。話しましょうよ。いやその方が早いですか。ね。お願いしますね。いやじゃあ解決だね。はい。もう一回ごめんなさいじゃん。ごめんなさい。いや私もねこんな素敵な靴をね踏まれたら嫌な気持ちになるのはわかるんですけど、いやさすがにねこんな小さい子なんでもうちょっと言い方があったと思うので、ちょっとそこはねもうちょっと冷静な対応していただけたらなと思いました。すいません通りすがりなんですけど。どうして先ほど男性の方に声をかけてくれたんでしょうか。
いやちょっとなんかお金請求されてるなと思って先週ちょっと事情が分からなかったんでこうちょっとゆっくりめに後ろに回ってお話を聞いてたんですけど、なんか怒ってる人いるなと思って、でパッと見親子にもあんま見えなかったので、ずっと聞いてたらそのお金の動向とかって聞こえてきたんで、ちょっとやばいんじゃないかなと。大人が子供を恫喝するっていう、やっぱちょっとね、子供も怯えてたんで、大人に脅迫されてるように聞こえたので、子供が危ないって思ったし、逆に子供に怖い思いさせたくないなっていうのもその時に思ったので、あそこでちょっと自分がもし入らなかったら周りに、ね、ちょっと誰も頼れる大人がいなかったので、そこでもし入らなかったら殴られてでもねしたらどうしようと思ってちょっと入らせていただきました。まずもう最初にやばいなと思って電話しようかなと思ったんですけど、でももし僕の勘違いだったらちょっと申し訳ないなと思ったんで、とりあえず声かけようと思ってでも話してみたらちょっとやっぱりおかしかったんで、お話その2人の間に入って聞いてて、靴が踏まれたっていうことだったんですけど、いや見たら別にそんなに大きい傷もついてないし、汚れてもなかったんですよ。これはきっとお金請求するためのちょっと本当にたちが悪い人だなと思ったので、怒り方と叱り方みたいなのがあるじゃないですか、それが気になりましたね。その怖さに比べてやっぱりさっきの子供が怖がる、怖い思いしちゃうっていう方が自分的には嫌だなって思ったので、そうですね、結構危ない光景というか、ドッキリと思わなかったんですけど、本当すみません、驚かせてしまいましいやすみません、意味わかんなかったた。です。すみません。大人の人に分かってもらえる言い方が僕ができたらよかったなと思いますけど、なるほど。なんとか解決したからよかったんですけど、でも本当に今もコロナも明けてきて人も多くなってわざとじゃなくてもね踏んでしまったりとか体がねぶつかってしまったりとかあると思うんですけど、もうちょっとそういうことがあった時にきっとわざとじゃない人もいると思うので、冷静になって話し合いができた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。なるほど、はい本当に貴重なご意見をいただきました。はい、ちょっと考えさせられました。はい、すみません、ご協力いただきましてありがとうございます。